どうも左男爵です。今日はねフリードハイブリッドを取り上げていきたいと思います。フリードハイブリッドの後期モデル、快適性から走行フィール、内装、どうでもよいようなつまらない話と大きな声じゃ言えない話、そんな感じで続いていきます。フリードハイブリッドで感じた印象を30秒でまとめます。音が気持ちよいから同乗者だって気持ちよい加速感、 IDCD というこだわりのハイブリッドシステム、手動変速モードないのだけが惜しい。柔らかくでも減衰力が感じられるスムーズなフロントサスペンション、ハンドルもブレーキもフロントがじわっと動くから運転しやすい。座面高を低く体型や座り方を選ぶ2列目シート、想像より良かった3列目、タイヤもハッチも近いわけですから丁寧に処理されていそう。価格は269万円スタートで本革ステアリングなし。気持ちお高いけどその分内装が立派。以上、気になる点ございましたら動画かホームページをご覧いただければと思います。では最初に全体的な印象とフリードってこういう方に支持されているんだろうなという点です。自分が思うのは運転席優先と思える個性、小さくても広いというよりコンパクトだからこそのといった特徴が生かされている。例えば日常は低燃費と爽快な加速感生かして通勤利用、土日はお子様が座りやすいであろう2列目シートを生かして家族サービス、うりゃーパパー、そして年に数回はおじいちゃんおばあちゃんを3列目に呼んでお出かけ。どうもー、なんでしょう、車内の広さでしたら大きなミニバンにはかなわない。一方で一人で乗っていたら空気運んでいる気分、加えて何名乗車した時に良さを感じられるかという点、最大6名乗車で前から後ろまで重量変化するわけですから、どこかでバランスされているはずです。フリードですと2人乗車で良さを感じられました。こうした部分、規格がいいねって思います。運転席優先と感じる部分は、内装シーン挟んでその後に述べていきます。ここで内装、主にインパネの印象です。フリードは他に内装動画上げていますのでダイジェストでいきます。インパネはワイドに木目調パネルが走り、映像で見るとね質実剛健な形にも見えますけれども、実際に座ると奥行き感があってシンプルとは異なる印象を受けます。ダッシュボードの奥行きが長くてメーターは遠くに位置して、ほんと遠いんですよね。手を伸ばしてやっと手が届くか届かないかの位置にメーターがあります。質感的に高いと感じるのはエアコン操作部、デザイン的にスイッチが多く見えてアクリル部分は深いくびれで立体感が持たされていて、またスイッチ表面の樹脂からね高い素材感が感じられます。エアコンパネルって助手席のね同乗者も見たり触ったりするでしょうから、ここに花を持たせるホンダ車ってね好感度高いです。本当シビック、ベゼル、フィット、みんなねこのホンダ車って最近のホンダ車ってエアコン操作部のね質感が高いです。そしてねフリード、これね2016年のデビューでございまして、これデビュー当時から同じ質感ですから、その時は今よりびっくりしました。他社とのね相対的な印象からそう思います。そういえばこの木目調パネル、以前乗ったフリードですと白木目調でした。調べきれなかったのですがマイナーチェンジでお色が変わった可能性が考えられます。あとステアリングスイッチ4つのパートに分かれていて、スイッチの数が多くてねコックピット的な感覚が強いです。走る部分に戻って乗り心地とハンドリング、前提として今回試せたのは最大2人乗車です。多人数乗車が考えられたフリードですから、乗車人数による差は当然あるでしょうし、またどこかで妥協してバランスされているはずです。乗車人数とバランスの取り方、あまり聞かない話ですが、実は重要な部分でしょうし、設計される方もね大変だろうとお察しいたします。ということでまずはフロントシートでの乗り心地からいきます。フロントサスペンションの質が高く、乗り心地は落ち着き、挙動変化もじわっと動きますから快適です。厳密に言えばリアサスがバタつきますから、何でしょう、お詳しい方に過度の期待をさせちゃうようなね言い回しはできないです。でもフロントシートに座っていてリアサスのバタつきが気になる、そういうね印象とかそういう表現をされる方が、どれくらいいらっしゃるかという話ですよね。もう本当にプロの方だけかもしれませんし、それに準じるような方だけでしょうかな。で、ごめんなさい、ちょっとね、めちゃくちゃ、言い方めちゃくちゃですけれども、自信持って言えるのはね、フロントサスペンションの動きが気持ちいい。
リアサスは2名乗車だと、パカンとね、動く時もある。例えるとしたら、ドアの開閉。フロントサスが丁寧に閉めるような動きで、リアサスはもう雑に閉めるような動きです。続いて、ハンドリング。ここもじわっと動くフロントサスペンションが効いています。こじるように無理やりグイグイ回せば、大きなロールを出しますけれども、滑らかな揺れでね、収束が簡単です。ごめんなさい。滑らかに揺れと感じさせるように収束させることが簡単です。すいません、ちょっとね、日本語難しいですよね。でね、一般道の速度域で普通に走っていれば、グラグラなんて気にならないんじゃないかと思います。車ってロール量は大きいけど感じにくいタイプや、ロール自体は少ないけど感じやすいタイプがあります。これね、ロールセンターという設計上のポイントですので、これそのうち触れてみたいなって思います。続いてエンジンとハイブリッドシステム。このフリードですと 1500cc エンジンとトランスミッション、そしてモーターとバッテリーが組み合わされます。最近主流のホンダ EHEV ではなく IDCD というシステムです。自分はこれがね大好きで、もうパオンパオンと気持ちよく加速してくれるところも、クロスしてるねみたいにこう詰まったギア比も上で伸びる加速特性も、全部気持ちいい。助手席に座っていても音で楽しめると思っています。そしてアクセルペダルを開けたり閉じたりした瞬間のダイレクト感もあります。今回はダイレクト感を噛み砕いてみますと、例えば車によってはアクセルをパタパタとね、それこそ全開全閉を素早く繰り返しても反応がない車ってあります。ダイレクト感の意味よくわかんないよって感じたら、これ試してみるとわかりやすいです。そしてドライバーによっては気になるであろう部分、それはねダイレクト感の裏返し。例えば渋滞中などのごく低速時、アクセル操作が雑だとギクシャクします。同じ量アクセルを踏むにしても、時間をかけて踏んで、時間をかけて戻す。これを楽しいと取るか、面倒と取るか、多少はね、人を選ぶ。こんな部分もまた魅力的です。自分が明確に弱点と感じるのは一つだけ。それは発進直後にエンジン始動した時に伝わってくるブルンとした振動です。停止に近いほど振動が目立つわけですから、発進直後にエンジンが回らないアクセルワークを心がけた方が快適だと思いました。今日の車は2022年9月のマイナーチェンジを得た後のモデルです。オドメーターは3500キロ。で、フリードね、今でもすごい人気らしくて、2022年はミニバンの中のランキングでトップだったそうです。ごめんなさい、登録台数ですね。単体だとね、ノアボクにも勝っちゃう人気というのがね、フリードのすごいところです。今日はね、自分リアシートに載っていますので、フリードハイブリッド G269万円のグレードです。最初の頃にあったね B というグレードがなくなったようで、今現在これがサイレン化グレードになります。サイレン化グレードにして、装備は充実の立派なグレードです。電動パワードスライドドアは両側ついていますし、フロントのヘッドライトは LED で、コーナーリングランプもね LED タイプのものがついています。で、グレードはね、G があって、G のブラックスタイル。それから、クロスターと、モデュロになります。でね、この車、フリードが人気という理由なんですけれども、よく言われるのはね、パッケージングの良さです。それはもちろんとして、自分はね、企画がいいんじゃないかなと思っています。デビューが2016年ですから、現在から数えて7年。2024年にはね、時期型が予定されているそうです。それでね、思うのが企画の良さ。例えばね、この車って、そんなに大きい車ではないので、例えば普段は燃費の良さを生かして通勤に使って、週末はお子様連れて家族サービス。で、年に1、2回はね、3列目におじいちゃんおばあちゃんを乗せるみたいな時にね、すごくいいんじゃないかと。で、そういう車ですので、フロントシートがね、気持ちいいというのはね、やっぱり嬉しいポイントですよね。一番使うシチュエーション。加速がね、すごく気持ちよくて、で、速さもあって、上が伸びて、音もいい。そういったところがね、このハイブリッド、フリードハイブリッドの良さなんじゃないかと。今回のどうでもよいようなつまらない話は、シートのランバーサポートについて。フリードの運転席では、背骨を支えるランバーサポート、
これが張り出していて、ビシッと背骨を伸ばして座る形でした。これ多分お尻を前に出してだらんと座れば気にならないでしょうし、体を限界までね、背もたれに密着させようとしてね、ぐーっと座ると気になると思うのですが、普通はどう座ったら座りやすく感じるかなっていうのがね、気になります。自分はパワーシートの場合ですと、ランバーサポートはね、もうぺったんこにします。ぺったんこ。で、バケットシートでも、ここが張り出してないシートを好みます。そういった好みですので、このフリードのシートで多くの人がどう感じるのか気になる点でございました。今回の大きな声で言えない話はリアシートに関する部分。どこを見てもね、めっちゃ広いと言われるフリードですし、自分たちも別動画で触れてますから、さらっといきます。で、まず2列目。2列目はジュニアシート取れたぐらいのお子様に、ちょうどいいのかなっていう印象です。それはスペースではなくて着座姿勢という観点から、椅子が低いのか前方のね足元フロアが高いのか、そのあたりが理由です。大人が座る場合は一番後ろまでシート下げて足を伸ばして座るのがよろしいかと思います。3列目は乗り心地と静粛性が優れていると感じました。なんでしょう、これイメージからですよね。リアシート近いし、テールゲートはもう頭の本当すぐ後ろだし、もっときついかなというイメージだったのですが、それよりね、もう全然座っていられました。で、乗り降りはハッチから乗り込むと楽でした。フロアがね、ラゲッジフロアが低い良さがいきます。それでね、中からハッチ開け閉めできたら、最高だなと思ったくらいです。前方からアクセスするとこんな感じ。最後、サムネ回収含めて一瞬でまとめていきます。このフリードハイブリッド単体で見れば、小さいミニバンに適した企画、設計、デザインがいいと感じました。デザインってね、設計って意味で使ってます。それはちょうど IDCD というシステムがあったからこそかもしれません。かもしれませんけれども、もう一つ。前期モデルからの変化。前期モデルは2段階的に減衰カイルショックアブソーバーが2段階の違いが大きくて気になりました。それが今回乗ったフリードですと、気にならなかったというよりでも正統派の良さを持ったタイプに。で、こうした部分から運転席優先と感じられて、その変化とかがね、ホンダらしいという特色とも思えます。本当これら合わせてね、小さいミニバンに適した企画設計、そんな感じでね、感じました。そして企画がいいと思いました。フリードの動画は他に数本アップしています。走る部分だけじゃなくてミニバン的な使い勝手にも触れています。チャンネル登録して他の動画もご覧いただけましたら嬉しいです。すいません、ちょっと宣伝です。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。